夢日記拷問研究所。注意、今回の夢はグロテスクな表現があります。今日見た夢は最初から最後まで映画を見てるような視点で、身長2メートルはあるであろうプロレスラーのようなが対応したスキンヘッドのスーツを着た男が気を失っている男を肩に担いで部屋に入ってきたところから始まった。その部屋は手術室のような近代的で清潔そうな部屋だったが、医療用と呼ぶには似つかわしくないものがいくつも存在していた。人を拘束する目的の鎖が壁に据え付けられていたり、ベルトがたくさんついた椅子などが置かれていた。スチール製のキャスターにはドリル、糸のこ、ハンマー、ペンチ、各種刃物、バーナー、何かの液体などの拷問器具のようなものが整然と配置されていて、拷問後の残地物の処理もしやすいように排水のことも考えられて設計されているようだった。大男は男の手足を鎖につなぐと、スマートフォンでどこかへ連絡をしだした。鎖につながれた男はすぐにうっと小さくうめき声を上げ、目を覚ますと一瞬で自分が置かれている状況を判断して連絡中の大男に飛びかかった。しかしガシャンと大きな音を立てて鎖が接近を阻み、男は鎖を鳴らしながら噛みつかんとする狂犬のように大男に悪態をついた。ひとしきり悪態をつき終わると諦めたのか、男は気取られないように静かに周りを見ながら壁際まで戻り座り込んだ。そして自分が今置かれている状況を冷静に分析し始めた。連絡が終わった大男は男がおとなしくなったのを確かめると、後ろを向き部屋を出るためにドアノブに手をかけた。その瞬間、大男の顔面はドアに叩きつけられ、顔面をすりつけるようにずるずると倒れていった。大男の後頭部にはドライバーが刺さり、だらりと赤黒い血液がスキンヘッドを伝っていた。鎖の男がどうやって抜け出たかはわからないが、あの短時間の間に鎖から抜け出すと一瞬の隙も見逃さずに最適な武器を手に取り、凄まじい跳躍力で大男の後頭部にドライバーを差し込んだようだった。男は静かに部屋から出ると、そこは研究所のような作りをしていた。近代的な廊下は足元を照らすライトだけがぼんやりと光っていて、人の気配は全く感じなかった。それでも男は慎重に気配を隠しながら進んでいくと、階段を上った先から光が差し込んでくるのが見えた。男はさらに慎重になり、向かってみると壁には巨大なガラスがはめ込まれており、そこで行われていたのは凄惨な光景だった。その部屋は先ほどの近代的な拷問部屋とは真逆のレンガ造りの暗くてジメジメした赤黒い部屋で、床にも壁にもまるで勲章でも飾るかのように血の跡を誇らしげに残したままだった。拷問器具も全てが赤黒く錆びていて、きっと壊れるまでは清掃することもなく使い回しているのであろう。部屋の中では鉄サビ色に汚れた革製のエプロンをつけた超肥満体の小汚い中年男性が、欲しかったおもちゃを買ってもらった子供のように肉切り包丁を嬉しそうに振り回し、かつて人間であったであろう肉塊に狂ったように振り下ろしてはしゃいでいる光景だった。その部屋の廊下には誰もいなかったが、壁際にはストレッチャーが何台も置かれていた。ストレッチャーの上にはステンレス製の巨大なバットが乗せてあり、バットには肉と骨と臓物でできた巨大な山と顔写真付きの名札が置かれていた。写真の人々は肉の上で笑顔を見せていた。このデブと無駄に戦うのは得策ではないと判断した男は気配を消したままその部屋を過ぎると、次第に雑音が聞こえてきて出入り口が近いことが分かった。大男の連絡のおかげなのか、その建物にはあの肉切り包丁の男しかおらず、難なく建物から出ることができた。探索中、男は連れてこられた部屋と先ほどの光景から、ここは殺人愛好家が建てた建物だろうという推測を立てていたが、外に出てみると巨大な工場というべきか、
軍事施設と言うべきか。奥のフェンスが見えないほどの広大な面積の土地に建物が点在していた。櫓の上のサーチライトは絶え間なく動きながら闇夜を照らし、あちらこちらで自動小銃を持った男たちが巡回していて、侵入者対策なのか脱走者対策なのか、常に警戒をしているようだった。いくら殺人愛好家が集まったところで、これだけの土地とこれだけの人数を動かして世間にバレないなんてことがありえるんだろうか。とすると、ここは軍事施設？宗教？政治組織？いずれにしても、これだけの規模で情報統制もなされてるということは、自分一人でどうにかできる問題ではない、と男は判断し、この施設から脱出することを目的に決めた。男は闇に隠れて、見張りの動きとサーチライトを予測すると、一人になったタイミングの見張りを慎重にしかし大胆に殺害し、服を奪い、変装をして車を探すことにした。なるべく不審に思われないように行動したが、手頃な車を見つけた頃にはすでに怪しまれていて、10人ほどの銃を持った男たちが近づいてきていた。男はそれを察し、全速力でかけて素早く車に乗り込むと、エンジンをかけて銃を乱射してくる男たちを引く勢いで車のアクセルを思い切り踏み込んだ。そこで目が覚めた。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。